はい、どうもいつもです。今回もですね、正確な絵ではないんですけれども、ショッピングモールをちょっと描きたいと思います。エスカレーターの部分ですね。はい、じゃあですね、一応下書きとしてこんな感じで一応描いといて、これを目安に、描いていきたいと思います。はい、パースを使ってですね、パースをですね、最初に一点通しを使いましょうね。レイヤーのメニューのレイヤーの定規とコマ枠ですね、それのパース定規の作成で、それで一点通しですね。はい、OK しました。で次はベクターレイヤーですね。ベクターレイヤーを作ります。でベクターレイヤーで描いていきます。はい、パースをちょっと動かしましょうか。このぐらいにしましょうか。ベクターレイヤーでなぜ描くかというと、このようにベクターレイヤー用の消しゴムですぐパッとできるので、それで、自分はやっています。はい、エスカレーターって緩やかな曲線じゃないですか。でこのパースでそのままやるとカクカクしているようになるじゃないですか。なので後で曲線定規がありますよね、いろんな。それでパースは使わず、その曲線定規だけでこれを、この絵を目安にして、曲線定規で描いていくというような感じでやっていこうと思っています。正確に描こうと思ったら本当難しいので、自分はもう大体で描いていくというような感じでやっていきます。初めて、パースをやられる方にとっては難しいとは思うんですけれども、でもこれも本当何回もやれば慣れてきますんで大丈夫です。描けれます。はい、こういうところとかちゃんとつながらないんですよね。だから本当難しくて、なのでもう本当これはダメなんだなというような諦めもやりながら、一番大事なのは、
エスカレーターのように見えることが一番の目的なので、やっぱずれてますね。難しい、ね、ここはもう割り切るしかないですね。ここもあれですね、ちょっとずれてますね。そういう時はもう後で修正するというような感じでやっていくしかないですね。一応このパースのレイヤーに色とかつけときましょうか、分かりやすいように。エスカレーターのこの入り口の部分はどうにかできました。だいたいこの入り口の部分は今はこうやってちょっと細かく描かれてますが、慣れてない人はこの入り口の部分を四角形と思ってまずは最初に四角形だけ描いて、でそれからいらない部分を削っていくとかやっていくと描きやすいんじゃないかなと思います。で次はですね、このエスカレーターの上りですね、上りの部分を描いていきます。はい、これはどうするかと言いますと、またレイヤーですね、パースを作ります。一点通しですね。はい、でこれをですね、これは一番最初に作った一点通しなんですけれども、これの真上に消失点を、作っていって、でこことかですかね、真上に垂直に、でそれで線を引くというような感じでやっていきます。はい、じゃあやっていきましょうね。今作ったのが下のやつなんですけれども、はい、これですね。これをこの最初の一点通しの真上にやっていきます。はい、なので、キーボードの上に移動させるキーがありますよね。それを上のキーを押して上に上げていきます。はい、はい、これはちゃんとずれてないっていうことですね。このちゃんと線が重なりますよね。はい、
でこれをそのまま上にパーッといきます、はい、で先ほどのこの下書きに合うような感じのところまで持っていきます。はい、こんなもんですかね。はいはい、最初のパースはちょっと機能を止めといて、で線を引いていきます。はいと今作ったパースはちょっと機能を止めて、先ほどのパースを元に戻して、最初に作った一点通しを使って上の階のエスカレーターの入り口の部分を描きます。ここは上りのパースを使って線を描いてます。はい、こんな感じでエスカレーターを上りの方ですね、こんな風に描いていきます。階段は最初に作った一点通しを使って描いてます。はい、階段もこんな感じですね。でもちょっと微妙なところもあります。はい、次は下りのエスカレーターのこの部分ですね。ここはもうパースはいちいちつけないで、もうこの自分の感覚で斜め線を入れていきましょうね。その方がもう早いので、これは、自分も本を読んでちょっと勉強してなんですけれども、もしかしたら違う場合もあるかと思うんですが、アイレベルはもうこの絵の中では一つしかなくて、これですね。もうこのアイレベルをアイレベル上で消失点を増やしたりするというような感じですね。今度は2点通し、今度は今度は建物を描きたいので、今度はちょっと2点通しを使いたいんですね。
でその2点通しをまた先ほどのこの I レベル上に2点通しを加えます、はい、今作った2点通しはこれなんですね。これをですね先ほどの1点通しこの部分ですね、これが一番最初の I レベルですね。これに重ねます。今作ったバースの I レベルを。なのでまたキーボードの上を押して合わせましょう。はい、はい、これで合いました。でそれで、小出点を動かしましょう。2点通しになると片方は絵からだいぶ離れて、でもう片方の小出点は絵にちょっと近づくというような感じでやったら2点通しとか結構うまく描くことができると思います、はい、じゃあまずはこのぐらいでやっていきましょうね。でベクターレイヤーをまた作って、色分けして分かるようにしましょうね。奥側の建物が2点通しみたいな感じになってるので、一応簡単に描くとすると大雑把に描いてみますと、
この部分はもうパース機能を一旦全部切って、で線を引きましょうね。右側のこの建物の部分ですね。これは一番最初の一点通しですね。一番最初に作った一点通しでちょっと描いていきましょうか。ここは先ほど作った二点通しを使って描いてます。はい、最後の仕上げとして曲線定規を使ってエスカレーターの丸みを描いていきます。この時はパース機能は使っていません。はい、どうだったでしょうか。だいぶ自分も私も混乱しましたが、ゆっくりやっていけば、そしてまたパースでちょっとパース使っててもちょっと変だなと思うところは手書きで描くというような、もう全部が全部パースに頼らないということを心がけてやっていけば描けれます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、また、動画へのコメントなどよろしくお願いいたします。ではまた。